こちらのラジコンはですね、アキシャルの SCX-103 ですね。僕にとってはですね、コロナになって初めて購入したですね、海外製の本格的なね、組み立てキットでした。小学生以来ラジコンやってなかったんで、ほぼほぼ初めてのラジコンっていう感じですね。もう5年経ちますけれどもね、やっぱこの子を走らせると本当にね、いつもこのクローラー遊びのね、楽しさを思い出させてくれます。よく走るんですよ。そしてね、この足さばきとかね、そういうのもね、本当にいいんです。この良さはね、こう動画で見るとなおさらわかるかな。現場でももちろんね、やっぱ他のメーカーのラジコンとはちょっと違うなっていうのはあるんだけれども、こう動画でね、ローアングルでね、改めてこうやってみるとね、いい走りしますよね。これちょっとスローモーションにはしてるんですけどね。年に1回ぐらいね、やっぱね、この SCX-103 を引っ張り出してですね、こういうところに行って遊んでます。そうするとね、初心に帰るというかですね、そんな気持ちになるんですよ。それでね、他のラジコンもいろいろですね、遊んで撮影して、こうやってね、動画の活動とかの、きっかけになるという感じですかね。5年前に作ってからですね、ほぼ何も変わってないです。もう組み立てキットそのまんま組んでですね、ESC とかね、その辺も変わってないけど、モーターとかちょっと変えたかな。タイヤもね、これハイラックスっぽいですけれども、プロラインのハイラックスっぽいやつで、全然ね、すごいいいタイヤではないです。でもね、こういうトレーラーとしてね、遊ぶ場合はですね、十分ですね。この台形タイヤがかっこいいですよね。でね、こういうタイヤね、履いてもですね、もちろんこれ、元々の設計がこういう大きなタイヤ履くようにね、作られているボディなんで、干渉せずにね、うわ、かっけえ、いいわ、やっぱ。そう、干渉せずにですね、走れちゃうんですよ。これいいね。やっぱこのラングラーのボディって、いろんなメーカーから出てますよね。この JL のね、グラディエーターじゃない、このラングラーのボディ。出てるんだけれども、このね、僕的にはね、持ってないです、他は。他持ってないけれども、画像とか動画で見る限りね、やっぱこの SCX-103 のポリカボディのこのボディバランス、タイヤの大きさとかも含めてね、全体的なバランスはこれ SCX-103 がね、ほんと美しくできてると思います。もちろんこれライセンス取得、プロラインのね、ライセンス、プロラインじゃないや。これアキシャルが、ジープのね、ライセンス取得して発売してるボディなんですけれども、やっぱりね、メーカーによって若干ライセンス取得してあるとはいえ、若干バランス変わってきますよね。これは本当にね、よくできてると思います。僕が一番好きなこのバランスというか、純正感があるボディですね。さっきね、何もいじってないとは言いましたけれども、タイヤにウエイト仕込んだりとかですね、前の方にね、ブラスのウエイト積んだりとか、その辺はやってます。なので、割とこれトップヘビーのボディなんですよ。インテリアもついてるしね、人形乗ってたりとかするんで、結構ね、重心がね、上側が重いので、こういう途半の時にですね、ひっくり返っちゃったりするんですけれども、そういうブラスのウェイトとかでね、調整することで重心を低くしてですね、結構ね、走るようになっております。こういうね、どうしても登れない場所とかもあるんですけれども、これもね、テクニックですよね、もうね。ゆっくりね、登るっていうのがやっぱりクローラーかっこいいんだけれども、やっぱりね、たまにはね、こうやってね、
アクセル踏み込んでですね、勢いで登るというのも楽しいところでございます。このぐらいのねコースはね、他のクローラーでも他のメーカーのクローラーでも全然登れちゃうんだけれども、なんだろうな、やっぱりなんかこう地面にねなんか吸い付くような感じで走ってるところがすごくね実車っぽいんですよね。軽いラジコンって、あと他のメーカーのね、すげえよく走るラジコンとかもあるけれども、なんだろうな、やっぱラジコンっぽい動きがこう目につくことがあって、それに比べるとね、このねアキシャルのねこのシャーシの影響もあるし、カスタムしてるのもあるけれども、なんかこう地面に吸い付くようなね、こうずっしりした感じなのによく走る感じが、実車っぽい感じでね、その辺が多分好きなところなのかな、そんな気はします。ということでね、この日のね遊びはこれで終了です。駐車場までねこれからね帰るところです。持ってね歩いてフィールドまで行くことあるんだけれども、結構重いしね、人がいなかったりね、時間帯によってはね、こうやってね走らせて駐車場まで戻ったりすることもあります。アスファルト走るとね、泥とかも落ちるんでね、クリーニングの意味も込めてこうやってね走らせています。次ね、このマシンいつ頃かな、また1年後ぐらいになるのかな。またねその日までしばらく休眠でございます。